こんにちは、ウォッチミックスです。今回はレイモンド・ウェイル日本総代理店 GM インターナショナル様とコラボさせていただき、今大人気のミレジムを時計マニアの目線で徹底レビューしていこうと思います。このレイモンド・ウェイルというブランドは今回レビューしていくミレジムで2023年 GPHG のチャレンジウォッチ賞を受賞して世界的に注目されるようになった時計ブランドになります。このミレジム以外にも都会的なフリーランサーやクラシカルなマエストロなど幅広くラインナップされていて、時計好きな方だけではなくてファッションが好きっていう方にも人気となっていきそうです。今回レビューしていくミレジムはとてもスマートなスタイルに仕上がっていて、今の空気感だったらビジネスからプライベートまでどんなシーンでも楽しめる一本となっているので、今こだわり感のある大人の腕時計を探してるっていう方はぜひ一度チェックしてみてください。実は以前展示会でこのミレジム試着したことがあるので、今回は第一印象っていうわけではないんですが、じっくりと手にしてみて感じたこと、それはとても心地のいい腕時計だなって、そんなことを感じました。デザインに関してはシンプルでモダンな印象、実際に腕につけてみるとスマートで軽やかな感じも伝わってきて、どこかね都会的な雰囲気も伝わってくるんですよね。その高級時計にありがちなドヤ感、いかにも高級時計ですっていうその頑張っている感じがしないのもいいところだし、ケースのデザインがうまくて実寸よりもスリムに見えるので軽快さ感じられるのもすごくね良かったですね。こだわり感があるのに主張が強すぎない、その絶妙なバランス、それがねいいんでしょうね。軽快さのあるヴィンテージスタイル、大人がさらっと楽しめる腕時計って感じあります。個人的になんですが、このミレジムはステータスアイテムではなくて自分のスタイルを楽しむ、そんなアクセント的なアイテム、そんな感じありました。個人的にこの感じめちゃくちゃ好きです。ではデザインをマニア目線で細かくチェックしていこうと思います。今回レビューさせていただくミレジムはシルバーダイヤルにスモセコが入っている大人気モデルで、今ね検討中の方も多いんじゃないでしょうか。通好みなスタイルになっていて、控えめながら独特のオーラしっかり伝わってきますね。文字盤はセクターダイヤルと呼ばれているヴィンテージテイストのデザインになっていて、それぞれのインデックスが異なるデザインで表現されているのが特徴。文字盤の中央は縦のヘアライン、トラックと呼ばれている円周の部分、そこはマットな仕上げやサークルの溝が入っていたり、異なるテクスチャーになっています。写真では分かりにくいかもしれないんですけど、そのトラックには段差がつけてあって、さらに微妙な傾斜つけられていて、光の反射具合が変わっていくんですよね。そうすることで文字盤に立体感、奥行き感生まれて、深みのあるフェースに見せてあるのがめちゃくちゃうまい。パッと見てではなくて、なんとなく感覚的に伝わってくるぐらいの立体的造形。これはね見れば見るほど感心させられました。この作りが控えめながらも独特のオーラを伝えてくる、そんなポイントになってるんでしょうね。面白いのが文字盤の発色が光加減や見る角度で違ってくることですね。縦のヘアライン仕上げになっている中央部分がホワイトに見えたり、艶やかなシルバーに見えたりと、とてもね表情豊かでつけるたびに新鮮な印象になります。この見え方がとても爽やかで心地よかったですね。これは普段使いのように試着してみるまで気がつかなかったところ、文字盤の見せ方うまいですね。そして文字盤の6時側にはスモセコが入っていて、クラシカルな印象に見せていますね。スモセコいいアクセントになっていて、時計全体に趣味感プラスされています。そのスモセコにはオートマティックの表記が入ってるんですけど、これがまたいいんですよね。時計全体で見てみると、このミレジムという腕時計は凛としたちょっとシャープなねイメージがあるんですけど、このスモセコのオートマティックの表記、これがパッと目に入ってくると、なんとなくなんですけど肩の力を抜いた感じにも見えて、ホッとさせるいいアクセントになってるんじゃないかなって感じました。自分芯はシンプルそのもの、特にねデザインはされていないんですが、暗がりでも時刻が見やすいようにちっこ入っていて、ここは現代的な感じあります。針の表面はヘアライン仕上げになっていて、
黒っぽく見えることもあってコントラストが高くて時刻の見やすさ抜群でした。ミレジムはデザインだけではなくて実用性も高いバランスのいい腕時計といって間違いないですね。そしてまたケースのデザインもうまいんですよね。厚さは 10.25mm となっているんですが、ベゼルがポリッシュでミドルケースがヘアラインと見せ方を変えてるってこともあって、ケース自体が実寸よりもスリムに見えて軽やかな感じにね見せているのがすごくいいところ。横幅は 39.5mm と普通のサイズなんですけど、スリムに見えることでスマートな印象になってるんですよね。ほんの少しドレス感もあって、どんなシーンでもどんなコーデでも合わせやすい腕時計に仕上がってるんだと思います。ガラスはヴィンテージテイストのボックス型のサファイアガラスで、ストラップはグレーのレザーストラップ。時計全体の雰囲気とうまくマッチしています。ストラップの革質なんですが、しっとりと柔らかく着用感良好でした。微乗もデザインが良くて作りもしっかりしていて、こういった見えないところにこだわっている、こういったところもとても好印象ですね。ミレジムは文字盤がクリーンな印象なので、ストラップ交換でイメチェンするのも楽しいと思います。個人的にもしね手に入れたらベージュ系のレザーストラップとか合わせてみたいですね。時計全体の印象としてはモダンなスタイルの腕時計って感じ。シンプルだけど個性もしっかりあって通好みなアイテムって、そんな雰囲気ありますね。決して派手ではないんですけど印象に残るいい腕時計だと思いました。次に基本スペックと作りについて簡単に解説していきます。ムーブメントは自動巻き機械式ですね。いわゆるゼンマイ式の腕時計になっていて RW4251 が搭載されています。セリタのムーブメントをベースにしてあるので信頼性も高くて、ここはね安心感あります。そして横幅は程よい大きさ 39.5mm ですね。40mm をわずかに切るサイズなんですが、スリムに見えることによってやや小さめな、そんなね印象に見えます。そしてガラスは安心のサファイアガラス。サファイアガラスって非常に硬いガラスで普段使いしていて、まずね傷が入ることはないので安心して使えるのが嬉しいところ。そして防水は5気圧防水ですね。5気圧防水は時計本体を水の中につけていいですよとは言えない、やや弱めの防水になるので、普段の雨だったり汗っていうのはもちろんね全然 OK なんですが、突然のゲリラ豪雨とか台風とか傘を差していても手元にね水がバシャバシャかかるような、そんなシーンは安心のため時計を手から外してポケットに入れてあげる、そんなねケアをしてあげれば長く使えるかと思います。スペックについては信頼性の高いムーブメントに安心のサファイアガラス、バランスよくまとまっていて、まず不満出ることないと思います。欲を言えば10気圧防水だったら最高だなって思うところですね。サイズに関してはオンもオフもどんなシーンでも自信を持ってつけられる程よいサイズで、実寸よりもスリムに見えるので、ビシッと決めたスーツやきれいめなジャケパンスタイル合わせても相性がいいと思います。ただもっと趣味的な感じでミレジムを楽しみたいっていう方だったら、小ぶりな 35mm モデル選んでみるのがいいかとは思います。まだ届いて数週間なんですが、着用イメージ写真を少し撮影してみたので、コーデのイメージだったりサイズ感の参考にしてみてください。いかがだったでしょうか。ミレジムはつけていてとにかく気分を上げてくれる、そんな腕時計でした。ドレスウォッチでもない、ダイバーズウォッチでもない、ミリタリーウォッチでもない、そのカテゴライズできないニュアンス的なスタイルなのがとても心地よくて、
きれいめのジャケパンにも武骨なレザージャケットにもこなれ感をプラスする、そんなねアイテムとしてめちゃくちゃ楽しめました。また写真には撮っていないんですけど、古着のミリタリージャケットに合わせてもそのコーデをスマートに見せてくれてすごく良かったですね。個性はあるけど決して派手な感じではなくて、つけていて心地いいなって感じさせる、まさにね大人の趣味時計って感じ。めちゃくちゃ素敵な一本でした。この数週間お借りしてこのミレジムが人気になるのがよく分かりました。今回はレイモンド・ウェイル日本総代理店 GM インターナショナル様とコラボさせていただき、今大人気のミレジムを時計マニアの目線で徹底レビューしてきました。いかがだったでしょうか。このミレジムは時計好きの間では人気となっているんですが、まだつけている方も少なくて特別感も楽しめるので、趣味的に腕時計を楽しみたいっていう方には最高の一本じゃないですかね。今の空気感だったらビジネスシーンにも使いやすいと思うので、メインの腕時計として選んでみるのもいいかとは思います。時計好きな方だけではなくてファッションが好きっていう方にも選んでほしい腕時計でした。ぜひ一度公式サイトをチェックしてみてください。欲しくなると思います。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも素敵な腕時計や時計関連の情報をご紹介しますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。